佐賀さんはこのままいくと環境問題とか気候変動というのは自分たち若者世代にツケが回ってくるんじゃないかと、今すぐどういうことをやらなきゃいけないかということに対するさまざまな活動をされており、長沼先生はもう少しそれを大きなスパン、あるいはもっと違う角度からいろいろ発想されて、生物は大丈夫なんじゃないか、環境もなんとかなるんじゃないかという長沼先生らしいビジョンをお持ちなので、そのお二人にですね、今日はプレゼンテーションしていただいて、その後でクロストークに入っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。もう深海ゴミは回収しちゃダメだと、そこにもう生き物住んでるんで、彼らの住処なんで、もう深海ゴミの回収が生態系の破壊になっちゃうからもう深海ゴミは放置する。で、大事なことはこれ以上捨てるなともうあるものはしょうがない、すでに。これ以上捨てるなの方に、手間暇お金かける方が現実的ですよっていうふうに今深海生物の業界では意見がコンセンサスになっていると思います。あとは、いわゆるプラスチックごみプラスチックごみにも海洋生物がもうくっついて住処になっている。こういうふうにこういったプラスチックごみに生き物がくっついて住処になっていることを、世界のことをプラスティスフェアっていうの。生物、我々が住んでいる生物圏のことを英語でバイオスフェアっていうのね。そのバイオスフェアのプラスチックゴミ版がプラスティスフェアです。で、こういうふうにプラスチックが生き物の住処になっちゃってる例はもう深海と言わず海の表層でもありますので、もう今あるものはしょうがないよねっていう部分はある。で、これからもう増やすなよって話に、どんどん注力していこうかっていう話もあります。これ深海生物で大口ボヤって言います大口ボヤ、今ね、世界で1カ所だけ大口ボヤのコロニーが出ます。この空間の中に大体この面積に大口ボヤが数百匹住んでいる場所が世界でただ1カ所ある。日本の富山湾です。日本の富山湾はすごいですよ。で、それを発見したの僕ですからねで、その富山湾でこの海底を引きずって、でこれ取るでしょ。分かるのは、ホヤはこれくっついてるんです。海底の岩にくっついてる中でも岩ってあんまり多くないの。大体泥なんで。で、海底にいるホヤがもう困っちゃって海底に落ちてるポテトチップスの袋とかビールの空き缶につくんですよ。もうこうくっつく場所を求めて。で、そういった海底ゴミもこうやって深海生物大口ボヤにとっては重要な生息場所、ハビタットになっているってことも、僕も実際、確認してます。海洋ゴミで言えばこのオーシャンクリーンアップっていう、グループがいて、で規模がでかいんですよ。規模がもう本当浮いてるゴミを全部集めようと、2隻の船でバーンと網張って全部絡め取って、で海の船の上に上げて、これまたリサイクルする、このすごい規模のことをやってるんですよ。このでかい規模で。で、これ考えたのがオランダの当時少年ですよ。19歳だった少年がこれパッと思いついて、よしこれやろう。大学を中退してこれに全人生をかけてますよね、今ね。このボイアン・スラットさん、19歳でこれを始めました。で、こんな若い人も出てくるってこと、佐田さんもそうだし、ボイアン・スラットもそうだし、こういう若い人が出てくるのを見て、多分この畠山重敦さん、今頃もね、もう天国で喜んでますよ。人間は期待できる、大丈夫ですよ、海は大丈夫ですよ、人間もっていうふうに。だから僕がこれ言ってるんですけども、僕は畠山さんの代弁してます。大丈夫ですか、海は大丈夫ですよ、人間もって。で、これが僕の今日のメッセージ。彼女が出身なのがこのソロモン諸島って言って、日本からちょっと遠いオーストラリア沖にあるとっても小さな島です。で、昔はこういったお家があったんですね。でも今ちょっと動画を見たら分かったと思うんですが、もうこのお家はないですよね。それだけ実は地球がどんどん熱くなったことから海面上昇が起きてしまって、もおじいちゃんおばあちゃんが住んでいた島もなくなってしまったということです。で、本来であれば地球に入ってくる熱っていうのが反射されるはずですが、残念ながら私たちが電気をちょっと使いすぎてしまっていたり、ゴミを出しすぎてしまっていることからどんどん地球が熱くなっています。
でそれによって一番インパクトを受けるのはこういった島国の人たちであったりグラデスだったりというような、人たちになります。で最近のこのどんどん暑くなっていることって実はこの100年のちょっとぐらいのところなんですね。でどんどんこれは加速している大きな課題がありまして、じゃあ地球がもっともっと暑くなるとどうなるのかなというと、こういった災害がどんどん増えていきます。もちろん最近ですと、熊本で8月にも大雨があって洪水が起きてしまったと思いますし、8月にはカナダでは大規模な森林火災が起きている、アメリカでも竜巻であったり東南アジアは熱波に襲われています。なので毎日のこういったエキスポに来たり、美味しい食べ物を食べたり仕事にしていくことが、このいつも私たちがやっていることが、この普通が実は脅かされていくのが私たちの毎日のエネルギーや資源を使いすぎてしまっていることです。温暖化が進んで海抜が1メートル上がると、さて日本の砂浜の何%がなくなるでしょうかって、ちょっと皆さん頭の中で考えてもらいたいんですが、逆にこのお二人は何パーだと思いますか？質問、もしかしたら答えさっき見てたかもしれないけどはい、どうでしょう長山先生専門だからね、そうですよね。逆に確かにちょっと質問する人が間違ってましたね。じゃあ9割なんですよ。はい、9割ということで、日本の砂浜が1メートル、もう9割がなくなってしまうと言われています。で、本当にひどい場合はこういった形に日本もなってしまうかもしれないので、じゃあ東京もなくなれば大阪も住める場所がなくなったら、じゃあ日本人ってどこに住むのっていう大きな課題があります。実は日本は、少子化ですが、世界を見たらなんと人口の 40% が0から19歳を占めています。なのでこの0から19歳の 40% の人たちがどうグリーンなビジネスをしていくのか、そして SDGs のウェディングケーキをベースとした生き方をするのかによっては、大きくこれから私たちの社会が変わっていけるチャンスを今まさに手のひらに持っていると思いますので、どうこれから若い人たちと連携をしてそして教育をしていくのかが重要になってきます。でそんな中でスイッチとしてはそういった教育を提供しています。やっぱり、環境と一緒に共に生きることがとても重要なので、国連と一緒に先生用の、日本人用のこういった環境教材を作らせていただいたり、啓蒙活動としては渋谷周辺の、7つの大きなスクリーンを使わせていただいて、環境情報の発信であったり、札幌市さんと一緒に共催で環境アワードなどを開催して行ったりもしてます。今年からは東京と神奈川も、つなげた、サステナキッズアワードというのも実施しますので、もしお子さんがいらっしゃる方はぜひご参加いただきたいと思います。この間須波さんという笹川平和財団のやっぱり海洋研究所を持っている方がこのやっぱりドキュメンタリーの中で取材を受けていただいて、今具体的にカンフル剤のような方法はないと。だからもう海洋プラスチック汚染に対して何かどうするかという、CO2 のものに関しても今すぐこうしろっていうふうに方法があればもう行政的にも命令してそうしてしまうけれども、具体的にすぐというわけじゃなくてさまざまな要因が全体的に功を奏して改善されていくということになっていくんだと思うので、そういう意味では一番効果的なのはやっぱりエデュケーション、教育なのかなという気もするんですけども、その辺佐田さんいかがですか？なんで環境が大切なのかって多分今までちゃんと勉強してこなかったり体験していないとわからないことなので、やはりそれがベースとしてあるかなとは思いますが、さっき話されていたじゃあ何をすればいいかわからないから何もしないっていうのは多分嘘で、実はもう科学者とかも論文であったり国連とかでもうこれを各国はやらないといけないというリストをもう作っているので、実際はそれを導入するだけなんですが、その合意の下で実際できていないのは交渉だったりすると思います。やはりそのビジネス界を本当に動かすかっていう肝が据わったリーダーが日本には実際いませんので、やはりそこがちょっと難しいかなとは思います。でも逆に政府はちょっと遅いですが、企業側はサプライチェーンの最初から最後まで本当に見ているので、頑張っているところは本当に頑張っている。ただ一企業のだけではやはり解決
できないので、それをどうやって巻き込んでいくのか、それは横串を刺さないといけない。それは日本の文化として縦割り社会だったり、上から下に向けて命令をしていくようなシステムが今まで構築されていたことを本当に破っていかないといけないタイミングなので、それがどうこれから文化として作れるのかの方が重要だと思います。今は SDGs って言ってるサステナブルデベロップメント、開発ですよね。あるいは発展とか開発に重きを置いてると、それはそういうふうになれますよ。イーロン・マスクであれ AI であれ中国であれ。でも SDGs は2030年に終わっちゃうんですよね。じゃあその後どうなるのっていうと、まだ噂ですよ。噂ですけども、サステナブルウェルビーイングだって。ウェルビーイングですよ。一人一人の身体的な幸福はもちろんのこと、心や周りも含めた全体的な幸福のことをウェルビーイングという。それが SDGs の次に行くんですって。 SWGs ですよ。だからデベロップメント、開発発展からウェルビーイングに価値観がシフトしていくことによって出てくる答えも変わると思う。今回この大阪万博のテーマって命輝く未来社会をデザインするっていう結構長めのテーマだと思うんですね。でそれってどういう意味なんですかっていうことをもともと考えた方にお話しする機会を数年前にいただきまして、で話をしていた、それは本当に人が幸せであったり、自分から何かをしたいという気持ちを磨いたり、ウェルビーイングなんだよってその当時から言われてたんですよ。なのでこの万博に来ることですごい楽しいなとか、自然と調和した共生した生き方っていうのがこんなできるんじゃないかっていうワクワク感をある意味体験する場所なのかなと思います。本来生命の形っていうのは私たちって主がウィなんじゃないかと僕なんか思ったりしていて、その本来ウィ、だから植物はウィで考えてるじゃないかな。で動物もウィで考えてるかもしれない。愛で考えてるのは人間ぐらいかもしれないなとふと思ったりもするんですね。ただし AI の出現とか、あるいはもっと言うと今の若い世代の人たちはこれインターネットっていうのは決してそのエゴイズムの表出じゃなくて、もっと下にもっと合理的な、つまりシンキングのベースをウィにしないとホモ・サピエンスが立ち行かないということを考え始めている若い世代がいると僕は思ってるんですね。で本来デザインの主語はウィなんです。だからその辺のところをどう AI の時代にコントロールしていくかということが課題になってくるかなというふうに思っているので、そういうことでね、どんな活動をするかということを考え始めているところなんです。ウェルビーイングの最高形態は地球のウェルビーイングだって。一人一人のウェルビーイングがもちろんありますよ。あとは周り、自分の周囲のウェルビーイング、それから自分が会ったこともない人、地球の反対側の人、あるいは次世代の人、100年後の人、そして生態系全部含めて地球のウェルビーイング、そこまで考えられたら100点あげるって